いやー、これはかなりまずいですよ。現在我が町の収支は圧倒的赤字。おー。なら手っ取り早いところ産業区画でも整備するか。あれ結構儲けられるらしいぞ。あいつ儲けられるのはいいんだけども、何よりも作る場所がないからね。今現在調布南インターチェンジなんて悲鳴を上げているような状態だし。それは辛いな。そんなわけで今日も田舎開発で現実投資するぞー。そしてやってきたのはここ調布万寿町。あの山道を登り切ったところだな。そういや前回このトンネルまでの延伸で終わったんだっけか。そうだね。とりあえず今現在、今回の予定としては、この道路を延伸して、ロードサイドになんか立ててく流れで。OK 了解。まずはこの道路を恵那山に接続するところから始めていこうか。まず前回入り口だけ作ったトンネルね。このトンネルを向こう側に繋げていくところから始めていこう。前までは苦戦してなんとか敷設していたトンネルだけど、実はムーブイットにはこんな便利な機能があってね。オブジェクトの高さに合わせる、か。一体どういうことだ？百聞は一見にしかず、これを実際にみんな、こんな感じでトンネル内のノードを選択していって、あとはオブジェクトの高さに合わせるを起動して、合わせたい高さのノードを選択すれば、選択したノードが全て同じ高さになった。これで簡単に坂のないトンネルが作れるわけです。さあこんな感じで、調布万寿町から桜御殿町へ抜けるトンネル、設完了。ほう、トンネルの名前は御殿トンネルか。トンネルを抜けた先の桜御殿町はそこそこの規模の町になる予定。とあるものを中心にね。ほう、とあるものか。まあその時になればわかるさ。あれ、御殿トンネル前のこの土地、不自然に空いてるな。何かで埋めたりしないのか？ああ、それね。マリサには知らせてなかったんだけど、実はこの辺りに道の駅を建設する予定があってね。ほう、道の駅か。その候補地の一つがここってわけ。まだ決まったわけじゃないんだな。いやまあここに作りたいなら作れるけどね。この世界だとなぜか市長の権限が強いからな。しかもかなり。今回予定している開発を終えて、それでも時間が余っているようなら手をつけよう。オッケー。さあとりあえずこの指導を、恵那山に接続するところまで進めちゃおう。おう。あれ、なんだこの町。何って、この都市の開発を初めて初日に開発した恵那山だぞ恵那山。こんなのリアルじゃーない。まあリアルな日本の風景とは言い難い地区だな。私、基本妥協はしたくないんで。こりゃあ、まさかの展開だぞ。恵那山地区解体か。安心してしっかり再開発していくから。おう。まあひとまず恵那山のことは置いておいて、とりあえず桜御殿町の開発に取り掛かろう。オーケー。とりあえず開発計画を、とりあえず仮ではあるけどこんな感じ。なんだか目立ってるのがあるな。そうこの目立った区画、桜神社。これがさっき言ったとあるものだよ。もうこいつが桜御殿町の代表的な建築物になるわけか。イエス。まずはこの地図の範囲外なんだけど、この桜口交差点の周辺を発展させていこう。オーケー。ここはさっき建設した御殿トンネルを抜けてすぐのところだな。だね。ここはあまり、ガツンとは発展させないでおこう。オーケー。控えめにって感じだな。まあ大体そんなもんかな。オーケー。もちろん今回も開発計画マップ外は、行き当たりばったりで開発していくよ。実はなんだけど今とある主要のプロップが使えない状態でね。なんだそれは。この斜面に使える万能なやつ。これ使えないのはなかなかに痛いな。で理由もなんとなくわかったわ。でもこの角かけてるタイプのやつは問題なく使えるから使っていこう。オーケー。てなわけで開発始めていこう。まず田舎によくある駐車場がでかいコンビニを作っていこう。オーケー、こういう感じのやつだな。イエス。あと下関はセブンイレブンが多い気がするからセブンイレブンを建てていくよ。あくまで多い気がする、か。実際どうなのかはちょっとわかんない許して。ちなみにこの世界線の下関にはコンビニなんてものなかったので、下関ではこれがコンビニエンスストアすべて含めて1号店となりますおめでとう。わーお。そういやこの辺りコンビニ1店舗もなかったな。便利な街への第一歩。ある程度形はできてきたんでこっからは細かい装飾タイムといたしましょうか。オーケー。まず店舗入り口付近の装飾から行こう。ホッチキスの芯にしか見えないあれ。その名もガードパイプを設置していこう。このホッチキスの芯、ガードパイプって言うんだ。あとこのままだと違和感がすごいから遠石を使ってごまかしていこう。そしてこっからが大事、でかい駐車場。いくつかセブンイレブンの駐車場を見てみた結果、車の乗り降りがしやすいよう U 字型になっているものが多いようなのでそれに乗っ取る形で、あと真ん中あたり結構スペースが空いてしまったので、12台分駐車スペースを追加しましょう。だいぶ形見えてきたぞ。あとこのセブ入れ前の道路、大型車の往来が多くなる気がするから、大型用スペースも確保しておきましょう。なんだ気がするって。そしてこういう看板をいくつか設置してね。あとはいい感じに路面表示を変えていけば駐車場部分は完成かな。
あとはコンビニによくあるこういう看板を立てたいんだけど、見た感じ単体のアセットはなさそうだね。そうだな。一応建物プラス看板もついてくるお得セットはあるみたいだが。単体はないけど一応お得セットはあるのね。というわけでこういう時の対処法。対処法？イエス。プロシージャルオブジェクトを使って使いたい場所だけを持ってくる。プロシージャルオブジェクトか。確かオリジナルの標識を設置するときによく使ってるモッドだよな。確かにこのモッドにはテクスチャを置き換えたりする機能も備わっているわ。でも実は結構すごい機能がまだあってね。ほう。実はこれ、特定の頂点を移動させたりすることができるのよ。前回の開発で多用してたこの機能プロシージャルオブジェクトの機能だったのか。そして特定の頂点を移動させることができるということは？できるということは？こういう荒技もできちゃうんです。アセットの制作者様には少し申し訳ない気持ちになるが、こんなこともできるんだな。そしてこれをいい感じの位置に移動させれば、セブンイレブンタクラ5点々完成。うわいいに。店舗名が言いにくいというゴミみたいなクレームが来たので、下関桜口店に店舗名を変更しました。正しい判断だ。ちなみにそのクレーマーの髪の毛は黄色かって次はどのあたりを開発していくおつもりで？まだウォーミングアップ。てなわけでコンビニの南西側、このあたりを開発していこう。オーケー。あと思ったけどこのコンビニって PO 化したよな？微調整するために PO 化したけどそれが何か？いや PO 化したら元々の機能は失われるんだろ？これじゃあ誰もコンビニを利用してくれないと思うんだが。ああ、それに関しては安心してもらって結構だよ。これをみんな、コンビニの中に、唐揚げ屋が入ってる？ PO 化したいけど商業施設として機能させたい時の対処法。中に唐揚げ屋をぶち込む。いやまあ確かにこの唐揚げ屋小さくてそれには適してるとは思うが。まあ唐揚げの件はさておき、次の場所を開発していくよ。おう。とりあえず先に道路を敷設しておきました。この辺りは住居メインの地区として開発していこう。オーケー。結構古そうな建物を建てていくな。この辺りは古い住宅が立ち並ぶ地区みたいな感じにしていこう。そして住宅だけでなく旅館も建てていくよ。見た目はほぼ民家だな。この4次元旅館の前には駐車場を整備していこう。定置王お客様専用駐車場って書かれた看板を置いてみたりね。これコンビニにも置いてたよな。一応色変えておいた方がいいんじゃないか？そうだね、ちょっくら色調整しよう。こんな感じで OK かな。はい突然ですが、難関が来ました。確かにこの歪な土地をどう処理するかってのは難しいところだな。まあ適当に水路的な何かを作って、余った土地には古そうな建物でも建てていこう。そして一体、何を使って水路を形作るのか。ここで活躍するのが擁壁。ここまで来るとなんとなく予想はついてた。まずテラフォーミングネットワークで高さを下げて、日本の擁壁で挟めばあら不思議。水路のように見えてくるじゃないですか。でここに水を流せばこれもう完全に水路だわ。明るい。というわけで水路とかいう高難易度なもの作るのはやめて、普通に建物で深く埋めます。このゲーム水の扱いが本当に難しいよな。あと反射がめちゃくちゃ強いから角度によってかなり色変わるんだよね。なるほど、確かにそれも水の扱いが難しい一つの理由かもしれんな。そうそう、実はなんだけどこの都市 4G ですら飛んでなくてね。まあそりゃ基地局もなきゃ飛んでないよな。てなわけで 4G アンテナを整備します。ちなみに実際の基地局がどんなのかわからないから想像で作っていくよ。まず 4G アンテナを立てて、あとは周りをグリーンフェンスで囲めばまあそれっぽくなるでしょう。確かになんかそれっぽいな。でどうしていきなり 4G アンテナを立てることにしたんだ？今回建てる神社はそこそこ規模が大きいものを作ろうと思っていてね。となると人も集まるだろうからさすがに 4G くらいは飛ばしとかないと。と言ってもこれだと一つのキャリア分しかないからまあ時間かけて増やしていこう。とりあえずこの辺りの開発は終わったから、次はこの辺りを整備していくよ。となると早速、まずは周辺を整備していこう。じらすなまだ準備運動よ。とりあえずこの道路のカーブ部分の装飾がまだ済んでないから、まずはそこを済ませちゃおう。オーケー。下りになっている方向へ向かう車線には、急カーブのあまり車線を逸脱しないように、車線逸脱防止策を施しておきます。こういうのするときプロップラインツールがかなり役に立つよな。プロップラインツールなしでこれやれって言われたら泣く。あとはちゃんと標識を設置していきまして、最後に道路の横部分をしっかり処理していけば、
とりあえずはこんなもんかな。ここから見て道路の左側、そこそこの広さがある使えそうな土地ができたので、なんか適当に工場でも建てましょう。てかそういやまだ教育施設一つも建ててなかったよな。確かに工場建てるのもいいが、早めに学校やらも建設してあげた方がいいんじゃないか？それに関しては後々別の場所に建てるから。後々か。あと実はなんだけど、この町から西に 1km くらいのところに、人工でとあるものを流す予定だから、その近くに小学校やらは建設する予定。とりあえずわかったぜ。そんなことを話してたらもうある程度の形はできちゃったので、あとは細かいところまで作り上げていきましょう。まずは従業員専用駐車場を整備していこう。そしてそこそこ山奥にある工場。やはり汚れてたり土が被っている場所もあるでしょう。てなわけでいつも通りの手口で工場を汚していきます。あとは停車しているなんか砂詰めそうなトラックに砂を乗せて。それができたら、あとは空きスペースに物でも散乱させておけば工場の完成。でこの工場は一体何を作ってるんだ？砂焼いてガラス製品でも作ってんじゃね？圧倒的マイクラ。それじゃあ一つここに交差点を作りましょう。いつも通り IMT で装飾して。不備に気づきました。これだと調布万寿町方面から来た車両が左折する際はいいものの、直進時となるとこのマーキングが邪魔になりそうな予感。てなわけで修正を加えていこう。交差点の直前だけ導入帯ありの道路にアップグレードして、あとは擁壁の位置調整。そして車線逸脱防止の車破線を引き直せば修正完了。手法です。道路に導入帯を整備した結果工場の土地が狭くなりました。そして気になるこの交差点の名前は、田倉大社北口、か。となるとこのマップでいうところのこの辺りに当たりそうだな。そうそう、そこだよ。もうすでに色々と計画マップと異なっているけん。正直計画なんてそんなもんよ。この交差点を支点として、南側に広げる形で開発していこう。OK。田倉大社、この名前を聞きつけ一番最初にやってきた飲食店は、くら寿司。まずは駐車場を整備していきましょう。さっきコンビニを作った時と同じようにプロッパ棒をアスファルトで舗装して、そして駐車スペースを整備する。もう手慣れたもんだな。あとくら寿司の田倉大社通り側にちょっとだけ空いた土地があるから、ここを駐輪場として整備していこう。そして駐輪場の横には上りをいくつか設置。くら寿司のものはないからあるもので代用していくよ。あとは適当にフェンスで囲んでいけばくら寿司完成。くら寿司の裏側は普通に住宅街として整備していこう。OK。まず道路を一本引いて、そこから広げていく形で整備していくよ。通り沿いには店などを建設。そして内側に入っていくにつれて住居エリアへ。ここからはまあひたすらエリアを住宅で埋めていくだけの作業。こんな感じで住宅エリアの整備は完了。さあここから本格的に田倉大社の建設に手をつけよう。さあここからは後半戦。まず参道がどの辺りを通るのか、これを決めていこう。じゃあとりあえずこの辺りを貫く想定で。OK。それじゃあ参道の建設に取り掛かろう。参道の支点はこの道路の南端、ここに合わせておこう。まずこの幹線道路から道路を引っ張ってきて、ここから参道ということにしましょう。ここからはひたすらに参道脇を埋めていく作業。もうすでに察した人もいると思うけど一応、計画マップには田倉神社って書いてたけど、細かく言うと田倉大社になる予定だよ。そういやその大社ってどういう意味なんだ？大社ってのは同名の神社のトップってことだったはず。確かに同じ名前の神社ってあるよな。有名どころだと稲荷神社だとか、それのトップが大社ってことか。まあ全部が全部そうってわけではないけど、いくつか同名の神社がある中で、社号が大社の神社があったら大体その神社が総本社だね。とりあえずなんとなくは分かったぜ。てな感じで参道の2分の1くらいは埋められましたね。そうだな。で、あと半分はどんな具合に整備していくんだ？この辺りの開発は後回しにして、田倉大社の建設に取り掛かろうと思うよ。それじゃあまずは参拝者用の駐車場を整備していこうか。OK。まず駐車場まで向かう道路を2車線で整備して、この2車線をラバーポールで仕切れば、ひとまず駐車場へ向かう道路は完成。ここからはいつも通りアスファルトで舗装して、そこに駐車スペースを整備していくよ。駐車スペースはだいたい何台分くらい整備するんだ？とりあえず48台分くらいあれば OK かな。そしてあとは空いたスペースに、適当に木でも植えていけば駐車場完成。
ここから本殿に向けて参道を開発していきましょう。まず神社の地面といえば砂利ですよね。てなわけで砂利を敷いていきます。参道の傾斜に合わせるのが地味に大変そうだな。ここに駐車場から表参道へと向かう一本の道がありますよね。あるな。この道の脇に屋台をいくつか設置していきます。イメージ的にはこんな感じか。イエス。屋台の南側には甘味処、そしてお土産店も建設。ここなら参拝者用駐車場から田倉大社へ向かう人々が多く使ってくれそうだな。そうだねー。そしてこっちの境内との境目くらいの場所にも鳥居を建てておこう。この辺り広い土地があるから、ちょっくら事務所小でも建てよう。それではここに楼門を建てていきましょう。なんだ楼門って。楼門ってのはこんなやつだよ。完全に理解した。そして楼門の左右はしっかり朱塗りの塀で閉じておきましょう。そして楼門よりさらに奥の建設に取り掛かる前に楼門より手前側の開発、装飾を加えていきましょう。まずは神社名が刻まれたでっかい石、いわゆる社号標を設置。香取神宮って刻まれてるけど大丈夫か？こういうのはプロシージャルオブジェクトで無理やりいじってもむしろ違和感が出てきたりするから、あえてそのまま使っていく方針で。OK。あとは楼門前に境内案内図を設置したり、神社入り口付近に狛犬と獅子の像を対になるよう設置。もうあとはこちら側もしっかり閉じておけば楼門より手前側はとりあえず完成。さあここからは楼門よりも奥側だな。そうだね、こっからが本番。楼門を抜けた先には即階段を建設。そしてその階段を登った先の左側、参拝前に身を清めることができるように長寿屋を設置しておこう。そしてその長寿屋の隣には社務所を設置。社務所ね、はいはい、社務所ね。で社務所って一体何のためにある施設なんだ？社務所は、神社で神様に奉仕している神職、巫女の方々が控えてる場所らしいよ。霊夢が言うと説得力あるわ、完全に理解した。そしてここから回れ右してここには宝物が収められている御殿、宝物殿を建設しましょう。ここで一旦今現在の田倉大社の全体図を見てみよう。手前から順に、飾りの事務所小、参拝者用駐車場、楼門、社務所と長寿屋、そして宝物殿だな。そんな感じだね。あと残るは本殿の建設くらいだな。OK。それじゃあまず本殿に向かう参道を敷設しなくちゃね。で参道、別に直線で敷設しても何ら問題はないと思うんだけど、それだとなんていうかレギュラーすぎるよね。まあ、標準的って感じがするな。というわけで少しカーブを描かせて目的地まで延伸していこう。この開けた場所に本殿を建設していこう。ついにだな。で本殿ってなんぞや。右上にインフォメーション出しとくからそれ読んどけ。あざます。そしてこの社殿の右手前側に授与所に見立てた社務所を建設します。授与所ってのはお守りだとかお診察を授与する建物だな。イエス。ただ授与所のアセットはないから、一番見た目が近そうなもので代用してるけど。これでもう田倉大社は完成なんじゃないか？そうだね。ただ最後にもう一つ作りたいものがあってね。ほう、なんだ作りたいものって。ご神木、これを作っていこうと思います。まずはご神木を祀る場所まで至る道を整備していきましょう。にしてもどの辺りにしようか迷うな。そういやここって何のスペースなんだ？本当はここに何か建てようかと思ってたんだけど、結局使わなかった土地だね。それじゃあこの土地をご神木を祀る場所にしようぜ。それじゃあそうしますか。それじゃあご神木へ至る道を再度延伸。よしあとは木を重ねて太く見えるようにすれば、ご神木の完成。さああとは参道沿いに石灯籠を設置していったり、絵馬掛けやら縦看板やらを設置していけば田倉大社の完成。最後は参道のもう半分と、神社の西側の広い土地に住宅街でも整備すれば今回の開発は完了だな。そうだね、あともう一息頑張ろう。住民の皆様、意見発信局へようこそ。司会を務めますのは、私ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。
このコーナーでは都市の制作風景を背景に、いただいた意見に返信していきます。それでは1つ目、どうぞ。ここまで作り込めて、ほんと楽しそう。マジで楽しいですよ。そういやシティーズスカイライン、12月2日までセールしてるらしいので買う方はお早めに。それでは2つ目の意見。のどかな風景で架空の実家に帰ってきた気分になりますね。コメントありがとうございます。架空の実家ってのがめちゃくちゃ共感しました。ここ1年以上田舎の美味しい空気的なやつを吸えてないので久しぶりに吸いたいですね。私はゲームで満足。それでは3つ目の意見。初期に作っていた、あんなにも現実的で美しい街並みが犠牲になるなんて。でも、その代わりに立派な再開発を期待しちゃうじゃないですか。コメントありがとうございます。安心してください。少なくとも前よりもリアルな街並みを作ってみせますから。これは PC に処理限界が訪れなかった場合の話です。それでは4つ目の意見。Twitter での標識案採用、ありがとうございます。賛同いいですね。こんな風景を作ってみたい。コメントありがとうございます。おかげさまでより違和感のない標識になりました。賛同いいですよね。できた時実際に車両目線で見てみるとすごく達成感を感じます。5つ目の意見。賛同。個人的に大好きです。特に峠の頂上や途中にあるお店が隠れた名店的な感じで。コメントありがとうございます。わかります。隠れた名店。今度賛同作るときは建てましょう。隠れた名店。それではお次、最後の意見。一応メタ注意。次回の投稿はいつになるのかな？ 1 週間に1回は投稿してほしいです。コメントありがとうございます。そして申し訳ございません。今回もかなり投稿が遅れてしまいました。シーズン3と同じ水準の都市開発、編集のレベルでいいのなら頑張ればできるかもしれませんが、ただ少なくとも次回の投稿は早めにしようと思ってます。目標はだいたい2週間後くらいですね。もちろん間に合う保証はありませんのでご了承ください。そんなわけでコメントしてくれたみんなありがとうだぜ。いただいたコメントすべてに目を通し、良さそうだなと思った案は反映させていただいております。以上、2021年11月27日放送分、意見発信局でした。またのご視聴をお待ちしております。一度今回の開発で作った主なものを確認していこうか。OK。まず5点トンネルだろ。であとは、セブンイレブン桜口店、4G アンテナ、よくわからん工場、くら寿司、で最後に桜大社だな。100点。そういや最初の方で話していた道の駅はどうなったんだ？道の駅の建設場所に関しては次回決定する予定だよ。OK。それじゃあ一旦ここで、この年の財政状況を見てみよう。まあ察してはいたがあんま変わらんな。まあ次回くらいには少しでも黒字に近づけたいね。だな。それじゃあこの辺りでおいとまさせていただきます。次回は今回開発した土地の西側を開発していきましょう。